今年も大晦日までトラブルだらけの1年だったけど、それでもなんとか無事元旦を迎えられたね。みんなで頑張ったおかげだね。初詣も楽しめたし、言うことなしなのだ。私も回りたかった屋台は回れたんで満足ですよ。でもあの型抜き屋は絶対やってやがるです。いつか必ずお礼参りしてやるですよ。新年早々探偵の前で犯罪予告はやめてくれないか。今日はたくさん遊べたし、おとなしく家に帰ってゆっくり休もう。それで思い出したけど、今日見る夢が初夢ってことになるんだよね。ああ、そうだね。元旦からその翌日にかけて見る夢が初夢だから、その認識で間違いないよ。森神様とおしゃべりしてる時に聞いたんだけど、初夢を見る時にお願い事をして、その夢を見ることができたら、運気が良くなって実現しやすくなるんだって。はあ、まだ夢を見やがるつもりですか？もう予知夢はこりごりですよ。まあ私に都合のいい夢なら歓迎ですけど。まったく、本当に反省しているのかい？それに初音さんが言ったのは単なる験担ぎの話であって、見られたら縁起がいいくらいの気持ちでいれば大丈夫だよ。森神様の説明もそんな感じだった。せっかくなら一年の初めからラッキーな気分で過ごしたいと思わない？非科学的と言ってしまえばそれまでだけど、確かに面白そうな話だと思うわ。もしもあのお方への願いを夢の中で実現できたのなら、運命を感じることもできそうですしね。クスクスクス。私も面白そうだと思う。私も今年一年の目標が叶うようお願いしようかな。せっかくだし、りんちゃんにも教えてあげよう。みんなやる気になった？もし素敵な夢が見られたら、明日初音ちゃんに教えてほしいのだ。初夢か。やっぱり彼の夢が見たいかな。自分で言ってて恥ずかしくなってきたけど、来年はもっと仲良くなりたいし、そういう夢が見たい。今でも十分仲良くしてもらってるけど、もうちょっと女の子として見てもらえたら嬉しいかななんて。さすがに高望みしすぎなのかな。でも夢の中でならいいよね。それじゃあ悩むのはこれくらいにして、素敵な初夢を見るためにも早速眠っちゃうのだ。すやー。あれ？私、なんでこんなところに？明けましておめでとうっていうか、君ってそんな喋り方だったっけ？いつもってどのいつ？私、君とそんなことしてたっけ？してたら絶対覚えてると思うんだけどな。待って、近いよ。嫌じゃないんだけど、急にそんな風にされたら。よくないよ、こういうの。誰かに見られたら
困っちゃうし。見せつけてやればいいって。本当にどうしちゃったの？やっぱりいつもと違うような。そんなことできるわけないよ。君のこと大切に思ってるのに。今だってすごくドキドキしてるんだよ。とりあえず少し落ち着いて。本当に待って。それ以上顔を近づけられたら唇が。あれ？もしかして全部夢？どう考えても彼はあんなこと言わないもんね。ほっとしたような、残念なような。過激すぎてまだドキドキしてるよ。ちょっとしおりんには話せないかも。でも内容的にはもっと仲良くなれるって期待していいのかも。そういうことなら初音ちゃん、今年1年も頑張るのだ。初夢に願い事ですか。もちろん私は初心に帰りビッグボスの座をお願いするですよ。賢いギャングはコロコロ目標を変えたりしねえですからね。あのクソボスババアに下克上を果たしてビッグな祈り様がファミリー全員を取り仕切る。来年の初日の出はドラゴンズネストの夜明けになるですよ。というわけでさっさと寝ることにするです。ついにこの祈り様が名実ともにギルドマスターの地位を、ファミリーのボスの座を手に入れたですよ。にしても出迎えがないですね。ビッグボス祈り様が顔を出したっていうのに、どいつもこいつも挨拶なしとは礼儀がなってねえです。あら、遅れてごめんなさいボス。ちょっと休館の対応で立て込んでて。やっと来たですね。なんで闇医者が挨拶に来るんです？いつからドラゴンズネストのメンバーになったですか？クスクスクス。何をおっしゃっているんです？いのりさんは今日からトワイライトキャラバンのボスになったんですよ。クスクスクス。はあ、どんなミラクルが起きたらそうなるですか？全然理解が追いつかねえですよ。あなたがどう思おうがこれが現実よ。ところでボス、新しい薬草を試したいんだけど、知り合いに科学の礎になっても良さそうな人はいないかしら？それと賞金のかかっていた魔物を討伐したんですが、持ち帰ってきた首を置いておく場所がなくて、ギルドハウスの倉庫をお借りしても。新鮮なまま持ち帰ってくるんじゃねえですよ。あとマッドサイエンティストの生贄にしてもいい知り合いもいねえです。他にまともなやつはいねえんですか？ああ、ななかちゃんとアンナちゃんは金欠らしくって、次に賞金が入ったら返済するからギルドのお金を借りられないかってあなたを探してたわよ。残りも漏れなくろくでもねえやつじゃねえですか。金にだらしねえのは感心しねえですよ、まったく。こんな連中、もともとのギルドマスターはどうまとめてたですか？泣こうがわめこうが、今はあなたがギルドマスター。もしも値しないと分かったら、
私の手で退場していただきます。クスクス。もし不安なら、まずはお互いを理解するところから始めてもいいわよ。さあ、いのりちゃんの体を私に見せてくれる？ドラゴン族の体の仕組み、興味があったのよ。もうやってられねえです。こんなん付き合ってたらバラされるか責任取らされて牢屋行き確実です。ボスじゃなくていいからドラゴンズネストに私は戻すですよ。新年早々、ろくでもねえ悪夢だったです。大晦日にあいつらと絡んだせいに違いねえですよ、まったく。こんなのが初夢なんて認めたくないですし、二度寝して上書きしてやるですよ。ふぁ初夢への願いか。ここはもちろん名探偵としてさらなる難事件を解決することを願うとしよう。もちろん女子くんも一緒だ。名探偵には優れた助手が必要だし、事件解決を通して絆も深まるかもしれないしね。それじゃあ明日も早いし休むとしよう。すまない女子くん。長丁場だったから少し集中力が切れかけていたようだ。今回尾行している相手は用心深いことで有名だからね。こちらに気づかれないよう慎重に行動する必要がある。だから私たちは今このように対象の斜め後ろからカップルを装って群衆に溶け込みつつ尾行しているわけだ。どうだい？これなら絶対にバレないだろ。こういった地道な調査こそが探偵の腕の見せ所だ。推理をするにも手がかりは多い方が。しまった。会話に夢中で気づいてなかった。こうなったら私を抱きしめてくれ、女子くん。イチャついてる恋人みたいな感じでやり過ごそう。そうだね。そうやって覆いかぶさるように抱きしめてくれればお互いの顔も隠せるし。だがちょっと息苦しいかも。いや、抱きしめ方が悪いわけじゃないんだが、いろいろと刺激が強いというか。なぜもっと密着してくるんだい？これ以上過激なことをされたら余計目だって。女子くん、ダメだ。人の往来だってあるんだぞ。ハレンチな行為は慎んで。なんだ、夢だったのか。新年早々息を切らせながら起きる羽目になるなんて。しかしあの夢は結局何を暗示していたんだろう。探偵として仕事はしていたし、助手くんとはまあ世の中解けない謎が一つくらいあってもいいだろう。さすがに助手くんとこの謎に挑むわけにもいかないしね。なんか急に初夢に願いを込めようみたいな流れになったけど、そんな大げさな目標私にあるわけないんだよね。
そもそも願ったところで夢を自由にできるわけないし、深く考えずぐっすり眠った方がいい夢が見れそうだよ。わあ、そういうわけでおやすみなさい。あれ、私、寝たんじゃなかったっけ？なんでこんなところに突っ立ってるんだろう。試しに尻尾をつねってみよう。うりゃ！痛くない。ということは、もしかしてこれって夢？夢ならではってことは何も起こってないし、何も願わなかったせいでつまんない夢になっちゃったのかも。でも逆に考えれば誰にも邪魔されず好きなだけダラダラできるってことでは？そう考えたら割と悪くない初夢だね。とりあえず横になって、いやー、普段ならこんなところで寝転んだら絶対リマリマとかしおりんが注意してくるもんね。マッヒーはボケと勘違いしてツッコミ入れてきそうだけど、これでお菓子とジュースがあれば言うことなしだったけど、とりあえず二度寝しよっと。おやすみ。むにゃむにゃ。あれ？私、こんなところで寝てたっけ？さっきまで全然違う場所にいたような。あ、そっか。夢の中でまた眠ったせいで勘違いしちゃったのか。まあいいや。まだ起きるには早いし、二度寝。あれ？本当にこれって二度寝？実は三度寝だったりしない？いや、もしかしたら覚えてないだけで、それ以上眠っているかも。果たして私は今、現実の中にいるのか、夢の中にいるのか。ぶっちゃけどっちでもいいと思いつつ、真実を知るために再び眠ることにしたのだった。間違いなく現実だから、そろそろ起きてください、りんちゃん。初夢のお願い事。やっぱり健康第一だよね。私も今より元気になったらもっとみんなの役に立てるかもしれないし、どうか来年もみんな元気に過ごせますように。それじゃあとは寝るだけだね。おやすみなさい。健康のためには程よい運動が大切。当たり前のことだけど意識しないと忘れがちだよね。まずはジョギングから始めようかな。それともストレッチとかの方がいいのかな。ジョギングもストレッチもしんどいよ。あれ？りんちゃん、どうしてここに？運動なんてやめようよ。ずっと私とゴロゴロしてようよ。こっちにもりんちゃん？りんちゃんってこんな魔法使えたっけ？人生は短いんだよ。運動なんてしてたらダラダラする時間が減っちゃうよ。またりんちゃん。りんちゃんが一人、りんちゃんが二人。ダラダラしようよ。ぐーたらしようよ。お菓子片手にゲームしてようよ。りんちゃんがいっぱい。あっちこっちからダラダラしようって誘惑してくる。ぐーたら、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 
しおりんはだんだんぐーたらになる。ぐーたら、ぐーたら。お姉ちゃん、助けて。このままじゃ、私も。ぐーたら。すごい夢を見ちゃったよ。ほのぼのした悪夢っていうか、きっと健康になりたいなら誘惑に負けちゃダメってことだよね。お正月が終わった後も目標を忘れないようにしなきゃ。初夢への願い事か。望んだ夢が見られたからって実現するかどうかは別問題なんでしょうけど、でもこういうのって気持ちが大切よね。さて問題は、結婚を願うべきか研究の進展を願うべきか、まずは自問自答してみましょう。よく考えなさい、美月。人は生きていく限り孤独なのよ。だから結婚なんて諦めて科学研究に身を捧げるべきよ。いいえ、美月。研究だけの人生なんて虚しいだけよ。今からずっと年齢を重ねた時のことを考えなさい。食卓についているのが一人だけなんてきっと耐えられないわ。惑わされないで。研究によって新たな医療技術を確立できればたくさんの命を救えるし、富と名声も得られるのよ。でもその喜びを分かち合うパートナーはいない。そもそも私は富や名声のために研究をしていたのではないはず。結婚できない現実に言い訳をしているだけよ。それは極めて自発的かつ主観的な発想ではないかしら。まるで人生における幸福が家庭を持つことだけに依存しているような物言いは多様性を否定しているわ。でも結婚できるチャンスがあったらしてたわよね。そういう正論は自分の心を引き裂くだけだと思わない？自分で自分の心を引き裂かなくても定期的に届く知人からの結婚はがきですでに心はズタズタよ。分かったら意地を張らずに素直に結婚を願って。待ちなさい。それは結論を急ぎすぎてるわ。ここはまず幸福の本質を再定義するところから始めて、その上で結婚か研究かの二択を。結婚研究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 研究。脳内会議をしていたら一睡もできなかったわ。初夢を見るどころかぐったりして全身がだるい。でもこの迷いこそが答えってことね。研究も結婚も同じくらい大切にしたいってことなのよ。それが分かっただけでも意味があったということにしましょう。新しい一年を過ごす参考にはなるでしょうしね。初夢に願うもの。もちろん、これからもあのお方のおそばにあり続けることですわ。願うまでもなく、実力行使でも構わないのですが、そのためには、あのお方の姿を強く思い浮かべなくては。輪郭、髪の質感、透き通った瞳、身長、体重、脅威、福井、
スクスクス。なんだか体に違和感がありますね。昨日は冷え込んでいたし、体調を崩したのでしょうか。とりあえず鏡を確認しましょう。顔がほてったりしていれば発熱を疑わなければいけませんね。あなた様、なぜ鏡の中に。まさかエリコに会いに来てくださったのですか？私たちの愛はついに奇跡を起こすほどに深まって。待ってください。おかしいですね。声がこれは私があのお方の姿になっている。一体どういった原理でこんな奇跡が。まさか私の思いが通じてついに物理的に一心同体となることができたのでしょうか。声までちゃんとあのお方のものですわ。なんて勇ましく、それでいて優しさを感じられる美声。永遠に独り言を言っていたい気分です。僕はエリコが一番大切なんだ。他の子のことはもういいよ。君がいてくれれば。こんなことまでできてしまう。もっと堪能しなければ。クスクスクス。愛してるよエリコ。君がいない世界なんて考えられない。僕のことだけを考えていてほしい。大好きだよエリコ。今日は寒いし抱きしめてあげるね。クスクスクス。さっきからずっと自分自身に愛の言葉を囁いてるけど、別にエリコちゃんナルシストじゃなかったわよね。どんな夢を見てるのかしら。クスクスクス。幸せですわ。というわけで結果発表タイムなのだ。みんな、初夢はどうだった？いい一年になりそう？私は十分満足できる結果だったかな。探偵として今年も一年頑張れそうな気がしているよ。私は散々でしたよ。あと、闇医者とおの女のギルドマスターは歴史に名を残すレベルの聖人君しかよほどのポー君に違いねえです。どんな夢を見たのか知らないけれど、風評被害も甚だしいわね。こっちは一睡もできなかったっていうのに。エリコちゃんは？私はこれ以上はありえないほど最高の結果でした。今
今思い出しても全身が高ぶってしまいますわ。クスクスクス。それは良かったですね。私は何とも言えない夢だったけど、健康のために頑張ろうって決意は固まったよ。しおりんは真面目だな。私は夢の中でも二度寝してるのに。ところで、さすがにもう夢の中じゃないよね。みんな個性的な夢を見たようだね。それで初音さんはどんな夢を見たんだい？私は、普通の夢だったよ。怪しい。君と仲良くしてる夢を見たんだよね。は？それが恥ずかしくて慌ててたですか？もしかして、いかがわしい内容だったりしたんです？いのりくん、この話はこれくらいにしよう。それで、女子くんはどうだった？ちゃんと素敵な初夢は見られた？楽しい一年になりそう？よかったね。それじゃあ改めて、今年も一年、よろしくお願いします。